こんにちは、まいです。今回はミニマリストがお金をかけなくなったこと10選をお伝えします。節約術というよりは暮らしを見直したり価値観の変化が起こったことで自然とお金を使わなくなったこと、そんな変化を私の体験を交えてお話ししていきます。ミニマリズムって物を減らすだけでしょと思っている方や、散財しすぎていつもお金で頭を抱えている、そんな方々に少しでも参考になればと思います。それでは行ってみましょう。一つ目はストレス発散の買い物です。昔の私はストレスがたまるとついお買い物に走るタイプでした。欲しいというよりも買うという行為そのものが気分転換になっていたのです。お買い物をするとドーパミンが出ると言いますが、まさにその通りで、高価なものやたくさんものを購入した瞬間はテンションが一気に上がっていました。でもその後すぐにやってくるのは後悔。なんでこんなもの買っちゃったんだろうと反省しながら、また別の日には同じことを繰り返してしまう。そんなサイクルから抜け出せずにいました。ところがミニマリズムを実践するようになってからは、以前と比べ慢性的なストレスが減り、気持ちが安定していきました。これは物を減らしたことによって部屋にいる時に視覚的なノイズがなくなったことや、考え方もシンプルになっていったからだと考えています。そして気づけばストレス発散のためのお買い物をしなくなっていました。2つ目は収納アイテムです。私は収納術が大好きです。同じスペースでも工夫次第で物をたくさん収納できたり、使い勝手をよくできたりすることにワクワクします。物が多かった頃は収納ボックスを大量に揃えてすっきり見せようとしていました。細かいものも仕切りを作って小さな箱に分けてきっちり収める。そうやって整った収納を見るのが何より気持ちよかったのです。でも当然物が増えるのに比例して収納アイテムもどんどん増えていきました。収納するために収納グッズを買い足す。その繰り返しで気づけば収納アイテムにかなりのお金を使っていたのです。しかしミニマリズムに出会い、物を手放すようになってからは違いました。そもそも収納するものが減れば収納アイテム自体が必要なくなります。不要なものを手放していき、最後に残ったのは空っぽになった収納ボックスたちでした。収納術や収納アイテムが好きな気持ちは今でも変わりません。ただ今はむやみに収納グッズを増やすのではなく、まずは物を減らすことを優先しています。その上で本当に必要な時だけ収納術を生かす。そういった暮らしに変わったことで収納アイテムにかけるお金も減っていきました。3つ目は洋服です。以前はコーディネートを考えるのが好きで、クローゼットに入りきらないほど洋服を持っていました。今思うと、たくさんの洋服を持っていた頃も、本当に気分が上がっていたのは一番のお気に入りを着ている時でした。それなのに、コーディネートを変えなきゃ、せっかくあるから着なきゃと、次々と洋服を買い足し、結局は持ちすぎた洋服に振り回されていた気がします。洋服は数が多いほどおしゃれを楽しめるものだと思い込んでいましたが、実際にはパンパンなクローゼットとどんどん増えていく出費にモヤモヤするばかりでした。でも今はコーディネートを変えることにこだわらずに、お気に入りだけを着ると決めています。
全部が第一軍のクローゼットは本当に気持ちがいいものです。それからは北を押す覚悟で洋服を買うようになり、洋服への出費も大幅に減りました。数を持たなくても満足できるようになったことで、お金をかけなくてもおしゃれを楽しめるようになったのです。4つ目はスキンケアです。私はニキビに悩んでいた時期があります。顔全体が赤くなって膿が溜まったニキビを見つけては潰してしまう。そんなことを繰り返していました。当時はどうにかしたいという一心で美容アイテムをいくつも試したり、エステに通ったり、とにかくお金をかけてでも肌を良くしようとしていました。しかしミニマリズムに関心を持ち、暮らしを見直し始めた頃に、スキンケアもシンプルにしてみようかなと考えるようになりました。水洗顔や肌断食を試したこともありましたが、逆に赤みが増えてしまうこともありました。そこで気づいたのは、闇雲にやりすぎるのもやらなさすぎるのも良くないということ。大切なのは自分に合うちょうどいい塩梅でした。今のスキンケアはとてもシンプルです。キュレルの化粧水にハーバーの化粧オイルを1、2滴。夜はルルルンのフェイスマスクを使い保湿しています。以前のように高価なアイテムをあれこれ試すこともなくなり、肌の調子も安定してきました。結果としてスキンケアにかけるお金も減っていったのです。5つ目は見栄のための買い物です。ミニマリズムを始める前の私は、高いブランド物を持つことで自分の価値が上がったように感じていた部分がありました。そのため一生懸命自分をよく見せようと、お財布やメイクポーチも有名ブランドで揃えていました。ミニマリズムを意識するようになってから、物選びに慎重になりました。誰かに見せびらかす機会がなくても、それでも欲しいと思えるか。この問いにイエスと答えられるものだけを手に取るようになりました。この質問は自分の本当の好きを引き出してくれるきっかけになったと思います。今ではコスパを重視することもあれば、少し高くても性能や使い心地を優先することもあります。良いものを身につけることは、たとえ少し見栄を含んでいたとしても、所作や立ち振る舞いに気をつける意識を生み、結果的に自分を高めてくれることもあります。しかし、背伸びをして社会的な見栄を気にするよりも、等身大の自分を満たしてくれるものを選ぶこと。そうすることで、使うたびに内側から満たされる感覚を知ることができました。結局、見栄のために持っていたものは外側だけの満足にとどまってしまいます。でも今は心から満たされるものを選ぶようになり、その結果、見栄のためのお金を使わなくなりました。6つ目はサブスクです。以前の私はサブスクを契約したまま放置してしまうことが多くありました。まだ使うかもしれないからと思って解約せずにいると、気づけば毎月勝手にお金が引き落とされている、そんな状態でした。家では Wi-Fi を使いながら、外でも便利だからとモバイル Wi-Fi をレンタルしていたり、動画配信が見られるサービスに加入したままだったり、自炊をほとんどやっていないのにレシピが見られるサービスにも契約していました。サブスクを契約していることでサービスがいつでも手に入る状態は確かに便利で楽しくはありました。でも実際にはあまり活用できていない。こうして振り返ると、使っていないのになんとなく便利なんじゃないかで払い続けるお金が一番もったいなかったと感じます。今では本当に必要なものだけに絞っています。動画作りで使うクラウドストレージや音楽配信サービスなど、
目的が明確なものだけになりました。必要のないサブスクを手放したことで毎月の固定費が大幅に減り、使っていないサービスにお金を払い続けることがなくなりました。7つ目は保険です。以前は社会保険を除くと生命保険や医療保険で月1万円、さらに火災保険や自動車保険で月1万8000円ほど払っていました。これもつけておくと安心ですよと勧められるままにあれこれ加入していたのです。そんなに大きな贅沢をしているわけでもないのに、なんで貯金がないんだろうと本気で思っていました。当時の私はお金の知識も全然なくて、特に気にせずのほほんとしていました。ミニマリズムを実践してしばらくすると、時間にも余裕が持てるようになり、お金についても勉強するようになりました。それにより物を減らすのと同じように、保険も安心のために余計に持ちすぎていたことに気づいたのです。その結果、生命保険、医療保険、損害保険を必要最低限に絞ることができ、今では保険料はすべて合わせて月7500円ぐらいです。以前に比べて大幅に支出を抑えながらも、安心はちゃんと確保できるようになりました。8つ目は飲み会です。社会人になってから歓迎会や送別会、忘年会、今日頑張ったから飲みに行こうなど、何かとお酒の席が増えていきました。気づけば月に数回、1回あたり数千円から1万円近くかかることもあり、毎月かなりの出費になっていました。当時の私は会社の同僚や友達との飲み会が楽しみで、ちょっと出費が多いなと思いながらも予定が入れば迷わず参加していました。しかし、引っ越しや家族が増えるなどの環境の変化があり、さらに自分の体調や生活リズムを大切にしたいと思うようになってから、自然と飲み会に参加することが減っていきました。これは私にとってミニマリズムを取り入れたことによる変化だと考えています。惰性で続けていたさまざまな習慣を手放し、本当に大切にしたいことを優先し、お金や時間を使えるようになりました。今では飲み会は年に2、3回、自分にとっての最大のご褒美として参加しています。その結果、昔のように毎月まとまったお金をかけることもなくなりました。飲み会に行かなくなったことで、お金だけでなく、時間や体調面でもプラスの変化を感じ、気持ちも軽やかになりました。9つ目は職場へのお土産です。以前の私はちょっとした日帰り旅行でもどこかに行くたびに職場のみんなにお土産を買わなくてはいけないと思っていました。お世話になっている方々にお土産を渡したいという純粋な気持ちというよりは、なんとなく買っていかないとまずいかなという義務感からでした。ただ実際に職場のみんなに渡る量を買おうとすると、箱入りのお菓子でも何箱も必要になる上に出費も激しくなります。私が大勢の人に向けてお土産を買わなくなったのは、自分は他人に対してお土産を期待することはあるかとふと思ったのがきっかけです。よく考えてみると、自分が他人に求めていないことは相手も自分に求めてないのではないかと思うようになりました。こういった常識を疑えるようになったのも、ある種非常識なことを実践するミニマリズムのおかげだと思っています。それからは大量のお土産を義務のように買うのをやめてみました。完全にゼロにしたわけではなく、近しい同僚や特にお世話になっている人など、限られた人にちょっといいお土産を渡すようにしています。
量より質にすることができたおかげで、出費も以前よりは抑えることができるようになり、気持ちよくお土産を渡すことができるようになりました。最後10個目はなんとなくの買い物です。以前の私はセール品を見つけたら安いしこの値段なら失敗してもいいやと喜んで飛びついたり、100均の便利グッズを100円だしあると便利そうだから買ってみようとなんとなく手に取っていました。一つ一つは小さな額でも積み重なれば大きな出費になります。それに安いから便利そうだからという理由で買ったものほど実際には使いこなせないことがほとんど。そうやって増えたものは収納スペースを圧迫し、片付けや管理に時間もエネルギーも奪われていくようになってしまいます。ミニマリズムを実践するようになってからは、本当に必要か、これがなくても困らないのではと自分に問いかけるようになりました。こうして自分に問いかけるだけで手にしたものを棚に戻すことが増えました。その結果、今ではなんとなくの買い物をすることがほとんどなくなり、無駄な出費も物が増えるストレスもぐっと減りました。はい、以上がミニマリストがお金をかけなくなったこと10選でした。ミニマリズムを暮らしに取り入れ、本当に大切にしたいものが見えてきたことで、自然とお金の出費も抑えられるようになりました。無理をしたわけでも我慢を重ねたわけでもなく、気づけば出費が減っていた。その変化が何より嬉しいと感じています。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。